2022年2月、私はフィリピンのドゥマゲテに住むある日本人のお宅に伺いました。現地でボランティア活動をされているひろこさんと息子さんの俊之介さん、被災者へ届ける支援品の準備をされているところです。2021年12月、フィリピン中部を巨大台風オデットが襲い、各地に甚大な被害をもたらしました。ここネグロスオリエンタル州でも北部を中心に大きな被害が出ました。今回は巨大台風で被害を受けた家庭の子どもたちへの支援活動を取材させていただきました。ひろこさんが運営するボランティア組織ヒロドゥメーションでは、ドゥマゲテ周辺の貧しい地域に住む人たちや火災で家を失った人たちなど厳しい状況の人たちへの支援活動を行っています。今回の台風でもすでに数回現地に赴き、水や食料などの支援を行ってきたそうです。5年前に日本人が入るときに家庭の品々を譲り受けて始めました。ドマギッチって街中歩いててもお金をくださいっていうアピールして近寄ってくる人がたくさんいるじゃないですか。やっぱりそういうのを見てると何かできることがあるんじゃないかなっていうものをね、渡した後に段ボールだけが残るんですよね。でその段ボールですら高齢のおばあちゃんが私に段ボールをください、段ボールを渡した時に子供も私も何か欲しいって言ってきた瞬間、何も持ってないっていう姿を見てても私も何か欲しいって言ってきた女の子の姿もはっきりと覚えてます。台風直撃から2ヶ月が経ち、水や食料などの危機は脱した今、今度は子ども向けの文房具や衣料品、おもちゃなどを届けに行きます。この大量の日本製の製品は NPO 法人もったいないジャパンから寄付でいただいたもの。もったいないジャパンは家庭や企業に眠っている日用品や食品などの寄付を募り、必要としている個人や団体へ届ける活動を行っています。今回、ひろこさんの活動の趣旨を理解してくださり、この大量の支援品を送ってくださったそうです。英語でのりと書き込んでいます。製品には日本語しか書かれていないので、現地の人が見た目だけでわからなそうなものにはこのように名前を書くのだそうです。全くわからん状態で渡しに行ったんで、初めての時は仕分けとかなくて、みんなで振り合いみたいな感じなんで、複雑っていうか恐怖っていうか怖かったっていうか、今はない落ち着いてちゃんと仕分けしてこうやって手で一つ一つ渡していったら絶対パニックにならないっていうのはもう分かったんです。なるほど、このパッキングは現場で混乱を生まず、できるだけたくさんの人に平等に行き渡るための工夫なんですね。たくさんの文房具やおもちゃ、衣料品のパッキングが終わりました。およそ120人分です。一番嬉しいのはやっぱり笑顔、子供が声を上げてヤッホーって言ってくれる姿は一番嬉しいです。来てよかったって言ってよかったって思います。2月27日、いよいよ支援品を届けに行きます。今回向かうのはドゥマゲテから北へ45キロほどのところに立地するバイスという町。ネグロスオリエンタル州の中でも台風の被害が最も大きかった地域の一つです。市の協力のもと、現地のチャイルドケア施設に台風で被災した子どもたちを集めていただくことになっています。バイス市役所に到着しました。こちらはバイス市の保安部長を務めているローリンさん。実は私はバイス周辺の被害で気になっていることがありました。私の住むドゥマゲテでの被害は強風による倒壊が主だったのですが、バイス市周辺の様子を見ると明らかに水害が起きたように見えました。
当日何が起こったのかをローリンさんが説明してくださいました。You have your Panalaan. There's a huge river there. Then you have Mabunao, another river. Then you have Dansulan, another river. Then up there you have another river. All these 4 water tributaries went to Cabanlutan. And in minutes, 38 houses were washed out by a 35 feet high water. All the landslides, all the big boulders, big rocks were crumbling down. It goes to the sea by a straight line. So, but the river system, it's like a snake. So when it hit the water, supposedly the river bends. Then it goes directly there. Then another river goes, it hits there. Then it hits there. This is full of mud, full of water. 2-3 inches probably. Came here, about 20 by city, and there are still 8 missing. And I am even afraid the number is even higher because some may not be reported. During the height of the typhoon, there were about 140 families. Now we have 92 families because we don't allow them to go back to their old houses because it's near the river. It's dangerous. So what we're doing now is we are building constructing now a temporary tent city where we can relocate them. A few weeks later, we will start constructing permanent houses for them. This has not happened to us for a long time. This is the first time. I mean, it's probably opposed to other countries, other cities, that they are so used to big flooding. So like, oh, let's go, move out, okay? But here we don't. They stayed home. They stayed home. 現地の人にとっても本当に予想し得ない洪水だったんですね。ローリンさんが市役所から車で10分ほどの川の周辺を案内してくださいました。この橋はかつてサトウキビを運ぶ蒸気機関車が通っていた鉄橋です。砂糖の島とも呼ばれるネグロスとバイス市は大規模な農園と製糖工場を有し、古くからサトウキビ産業で発展を遂げてきました。現在は蒸気機関車は引退していますが、今もアメリカ統治時代からのディーゼル機関車が現役で走っています。こちらなんと100歳のディーゼル機関車だそうです。ノスタルジックなこの鉄橋もバイスのフォトスポットとして人気でしたが、現在は台風の被害を象徴する場所の一つになっています。以前はこれくらいだった川幅が今回の台風による洪水でこんなに拡張されてしまったんです。川沿いの多くの家が流されてしまったというその威力がうかがえます。いよいよ子どもたちが待つチャイルドケア施設へ向かいます。椅子を準備してお行儀よく待ってくれていました。フィリピンで流行中のパロパロ G のダンスで歓迎してくれています。かわいいですね。
たった1日参加させていただいただけでおこがましいですが、ひろこさんのおっしゃっていた子どもたちに喜んでもらえた時が一番嬉しいという言葉がとてもよく分かった気がしました。現地の皆さんが一日も早く平穏な日々を取り戻せるよう復興を心から願っています。ダイヤル11、次回はフィリピンの田舎町でアートな時間、とっても素敵なアートギャラリーとおしゃれで可愛いお土産グッズを紹介します。お楽しみに。